すや。むにゃむにゃ。探偵にふさわしい最高のモーニングコール、おはようございます。さあ、現場へ向かいましょうか。今日もいい一日になりそうです。というわけで、本日は久々に殺人事件の捜査です。それでは現場検証を開始します。それにしてもすごい姿勢でお亡くなりになりましたね。ちょっとお財布失礼します。手がかりが揃っていていいですよ。被害者はジョーナス・ジーパンさん56歳。過去にお目にかかったことはなさそうです。ご住所、死亡推定時刻、死因、有無、犯人からのお手紙などの遺留品はなさそうです。この薬莢くらいでしょうか。屋内であれば弾痕から推測できる情報もありますが、正直今回は薬莢はいらない子です。いつの間にか陽民館さんが現場を封鎖していかれたようですね。いやもうちょっとあるでしょ。規制線の張り方、やる気なさすぎじゃないですか。全く立ち入り禁止できてないところがこれでは晒し者ですが。まあ、おかげで私のような探偵を稼がせていただいているわけですけど、雨で流されてしまったのか、指紋も全然見つかりません。付近の監視カメラの映像も通行人による目撃証言もなし、本日はちょっと難事件かもしれません。さて、現場も一通り拝見しましたので、捜査を進める前に一度役所で書類をもらってきます。これは探偵としての勘なのですが、今回は狙撃事件のような気がします。現場に痕跡がなさすぎるんですよ。現状、被害者はライフルで撃たれたということくらいしかわかっていません。しかし、現場には複数の場所から車線が通っており、狙撃ポイントの割り出しも困難です。ストーカーですって、事件名からも狙撃っぽい雰囲気が漂ってきました。はあ、どうしましょうこれ。まあ、とりあえず被害者のご住所へ行ってみますか。行ったところで何を探せばよいかは見当もつきませんが、悩むのは一通り見てからでも遅くはないでしょう。この番組はスターチコーラ社の提供でお送りしております。というわけでお邪魔します。今回、現場はここではないのでどれだけ証拠が見つかるかは未知数ですが、おや、これは俺のドアの前に立って手紙を漁ってるやつ。もういい加減やめてくれ。さもないと陽民館を呼ぶぞ。正体は分かってるんだからな。私、以前似たようなメモを見たことがありますよ。その時は狙撃事件だったんですけどね。やっぱり今回狙撃なのでしょうか。ストーカーさんからの着信はなし、ちょっと期待していたんですけど。あ、これは、コロブの愛刀。初の宇宙 V メールパイプの単独エンジニアとして地球を離れて10年後、コロブキングは人工衛星基地で待ち続けている。コロブの愛刀は SF ものだったみたいです。オデッセイとトルーマンショーを合わせたようなストーリー、かなり面白そうじゃないですか。こちらは被害者、ジョーナスさんから母親へのお手紙ですね。一見すると心温まるお便りですが、気になる記述が、仕事場から物が盗まれたり、夜遅くに女性が訪ねてきたり、ですって。なるほどなるほど。ビルの管理人さんとのやりとり、病院への相談のメール、医師からは気のせいだと言われていますね。陽民館へのご相談、対処にはお金がかかるそうです。そしてストーカーという名の熱心なファンの存在を主張する独り言。これらの記述を総合すると犯人は金髪で長髪、性別は女性で体格が痩せ型、身長は平均的。いいですよ。容疑者特定の手がかりが集まってきました。しかし、まだ容疑者の候補となる人は一人も見つかっていません。引き続き被害者のご自宅周辺を探ってみます。そうだ、ジョーナスさんは手紙を漁られたと書いておられましたよね。では犯人が郵便受けに手をつけていた可能性もあるんじゃありませんか。オルルが郵便受けを開けようとして撃たれていなければ、この発想には至らなかったかもしれません。指紋、郵便受けの中に持ち主不明の指紋がありました。ああ、でもちょっと待ってください。ジョーナスさんには一緒に暮らしているビエルディアスさんという人がいるらしいので、この指紋はビエルさんの指紋かもしれませんね。そうそう、この人です。ビデオテープ、なくしちゃったんですか。シャドウズ・オブ・ダウトはスチームで大好評発売中です。いろいろと調べてまいりました。ストーカーがドアの前まで来ていたらしいのでドアの指紋を、それから付近の聞き込みや監視カメラの映像チェック、職場も調べようとはしたのですが、ジョーナスさんの職場である屋台がどこなのかは特定できず、今のところ郵便受けの指紋以上のものは見つかっていません。ところで、上の階にも来てみたのですが、何でしょうここ。すごく良いですね。こういう入り組んだ建物、大好きですよ。さて、満足したので役所へ向かいましょうか。ピエールさんのプロフィールを確認します。ピエールさんの指紋は、タイプ EF ですか。郵便受けの中にあった指紋と一致しますね。ということは事件とは無関係。さて、どうしたものか。こうなったら仕方がありません。最終手段です。武器商人さんに会いに行きます。どうも探偵です。
金の弾丸くださいな。よし、1月7日、昨日、新しいライフルとライフル弾を調達なさった方がおられるようです。ありがとうございました。また来ますよ。さて、今回の事件を振り返ってみましょうか。被害者、ジョーナスさんは1月8日の18時頃に路上で射殺されました。使用されたのはライフル。ジョーナスさんのご自宅からはストーカー被害を訴える内容が多数。メールやお手紙の内容から、ストーカーは金髪ロングの女性。身長は平均的ですが体格は痩せ型。現場では犯人の痕跡を発見できませんでしたので、もし容疑者の目星をつけても、その人が現場にいたかどうかは特定できませんが、ストーカーの身体的特徴と一致した場合は犯人であると断定いたします。出ました。ミル・ジョンソンさん、性別、女性、身長、平均的、体格は痩せ型で髪は長い金髪。先ほど銃器店で確認した1月7日にライフルを購入したミルさん、身体的特徴がストーカーのものと合致しました。殺人犯の名前はミル・ジョンソン。殺人犯のお家は E プロジェクツの301号室。いやーなかなか苦労しましたよ。やはり武器商人。武器商人は全てを解決します。せっかくですから最後に犯人のご自宅も拝見しておきましょうか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。夜分遅くにすみません。ミルさんはご在宅でしょうか。どなたかおられますね。ああ、ミルさん、お休み中でしたか。実は私探偵でご依頼を受けて不動産の調査をしているのですが、よければ少しお部屋を拝見させていただいても。わかった、いいぞ。ただ何も触るなよ。はい、ありがとうございます。それでは手錠の方失礼しますね。ダメですよ。知らない人を簡単に家に入れては。では、改めてお部屋を拝見させていただきますね。さすがにバスルームには何もないとは思いますが。309弾を使用する大口径のハミルトンマークスマンライフル、人気の狙撃銃だ。いや、普通にありました。一応指紋は、よし。ミルさんの指紋があります。凶器確保です。犯人が現場にいた証拠は諦めておりますので役所に提出する書類はこれで完成ですが、来たついでにもう少し探検していきましょうか。容疑者の説明、平均的、長髪で茶髪の髪、行動記録、夕方、容疑者がパートへ入室、明かりをつける、冷蔵庫へ歩く。何ですかこれ。殺されたジョーナスさんは確か。そうですよね。長髪で茶髪です。これ、ジョーナスさんの監視記録ですか。西区特別警察業務表彰、ミス M ジョンソンへ授与、その優れた射撃技術を表彰する。第127機銃器部隊所属中、300発中216発の命中を達成。何ですかこれ。警察ですか。随分と久しぶりに聞いた言葉です。スターチコーラ社と陽民間が幅を利かせるようになってから、久しく警官さんにはお目にかかっておりません。ということはこれは、ミルさんの過去の。ミル・ジョンソン、優勝、1975年度ゲーム課内ピストル競技会。今は1979年ですから4年前、ミルさんの現役時代に授与された賞状ですよね。こんなに哀愁の漂う事件になるとは読めませんでした。この探偵の目をもってしても。ではそろそろ役所に書類を提出して、いや、ちょっと待ってください。捜査中からなんとなくこれは狙撃事件だと思っていましたし、証拠やミルさんご自身の経歴からもやっぱり狙撃だったか、という雰囲気でしたけど、今思い出すと、薬莢、現場に落ちてましたよね。じゃあミルさんは現場で発砲したということですよね。じゃあ狙撃じゃないじゃないですか。でも、ミルさんのメモを見る限り、狙撃するつもりでジョーナスさんを監視していたのは間違いないと思うんですけど、もしかして、まさかとは思うんですけど、ミルさん、うっかりジョーナスさんと鉢合わせて、ついその場で撃っちゃった、とか、そういう話ですか。まさかね。あれ、あのライフル、凶器じゃなかったんですか。そんな。じゃあもう一丁ライフルが。待ってください。今、なんて。新パーク、陽民館から事件現場への立ち入り許可が得られます。本当ですか。やった。これまでずっと現場に不法侵入してきましたが、これからは合法ってことですよね。どうしましょう。次の事件が楽しみになってきました。